はい、皆さん、こんにちは。Welcome back to my channel. 今日は日本語のレッスンじゃなくて、リスニングの動画です。今日は日本語だけで話すので、日本語の字幕を見たい人は、日本語の字幕ボタンを押してください。英語と日本語、両方の字幕を見たい人は、英語の字幕ボタンを押してください。今日のトピックは、日本人が悪気なく外国の方をイライラさせてるかもしれない5つのことです。トピックが長い。すいません。今日は私が他の国の友達によく聞かれる質問に答えたいと思います。この動画の意図はできるだけ文化の違いによる誤解を減らすことです。あと、今から言うことは私が思ったことなので、日本人みんなが同じ意見だとは限りません。ですからそれを頭に置いて聞いてください。一つ目の質問。なんで日本人はよく外国人に顔が小さいねって言うの？そうですね。顔小さいねとか頭小さいねって言われることがあるかもしれません。これは国によると思うんですが、海外ではこれは別に褒め言葉じゃないですよね。私の脳が小さいってことって思う人がもしかしたらいるかもしれないですけど、日本人にとって顔小さいねは褒め言葉なんです。なんでかというと、日本人は外国の方に比べて背が低いですよね。だから日本人にとって顔が小さいイコールスタイルがいいってことです。本当にどうでもいいことなんですけどね。だからモデルさんは背が高くて顔が小さい人が多いです。すごく表面的なことなんですけど、日本人にとってはそのスタイルが憧れなんですよ。ですからもし顔小さいねとか頭小さいねって言われたら何がいいか悪いかじゃなくて、ただ日本人は褒め言葉として言ってるんだなって流してください。二つ目。これも外見のことなんですけど、鼻高いねって言われることがあるかもしれません。見ての通り日本人の顔って外国の方に比べて平らですよね。私ちょっと顎が出てるので三日月っぽいんですけど、人は自分が持っていないものに憧れるってよく言いますよね。日本では鼻が高いことは一般的にいいことだと考えられているので、顔小さいねと同じで鼻高いねは日本人にとって褒め言葉だから外国の方に言いたくなってしまうんだと思います。ただ、外国では他の人の外見について何かを言うことは失礼になることもありますよね。で、次も外見のことなんですけど、日本人はよく外国人に可愛い、綺麗、かっこいい、イケメンとか言います。でも英語では初対面の人に You are so handsome とか You are so hot とか普通言わないですよね。あまりその人のことを知らないのに外見だけを褒めるのはちょっと失礼ですよね。一人に言われるならまだいいですけど、どこに行っても誰に会っても可愛い、かっこいい、イケメンだけ言われると嫌な気持ちになる人もいるかもしれません。これは日本人同士ではあまり言わないですね。日本人が初対面で他の日本人に可愛い、かっこいいとか言うのはあまりないと思います。女性同士ならあるかもしれないですが、時と場合によります。私もなんで日本人がそんなに外国人の外見を褒めるのか自分なりに考えたんですけど、もしかしたら外国の方と話すことに慣れていない人の方が外見を褒める傾向があるかもしれません。周りに外国人の知り合いがいない人にとって外国の方は映画とかテレビの中の人なんですよ。特に外国の方があまりいない地域では映画の中とかテレビの中でしか外国の方を見たことがない人もいます。だから外国の方を初めて見たときにかっこいいとか綺麗とか言いたくなってしまうんだと思います。あとはほとんどの日本人は初めて会った人に優しくしようとします。でも英語がわからない人はどうやってコミュニケーションを取ればいいかわからなかったり、何を話せばいいかわからなかったりして、とっさに
外見を褒めてしまうんじゃないかなと私は思います。これも決して悪気があって言ってるんじゃないと思います。でもこれは日本人の私たちも気をつけた方がいいですよね。一回ならいいかもしれないけど、みんなにそれだけ言われ続けると、性格とか中身じゃなくて外見だけで判断されているように感じる人もいると思います。実際に私の友達の中にもそう言ってる人がいました。ですから日本人も外国の方と話すときはそれを気をつけた方がいいと思います。4つ目。なんで日本人は外国人が日本語で挨拶しただけで日本語上手ですねって言うの？この質問はよくされますね。中にはすごく馬鹿にされているように感じるっていう人もいました。気持ちはなんとなくわかります。でもこれだけは分かってほしいです。日本人がみんなの日本語を褒める理由は、外国の方が自分の母国語を話してくれてるのが本当に嬉しいからです。ありがとうとか、ビールくださいとか、一言だけでも日本語を話してくれたら本当に嬉しいんですよ。だから決して馬鹿にしているわけじゃなくて、嬉しい気持ちを表現したいから上手ですねって言いたくなるんだと思います。これは私の個人的な見解なので 100% そうだとは言えないですけど、日本人は外国の方が一生懸命日本語を話そうとしているのを見ると応援したくなるんですよ。もっと話してほしいし、もっと頑張ってほしいから上手ですねって言いたくなるんですよ。私もそうなので、上手ですねって言いたくなる気持ちはわかります。最後は、お箸使えるの？すごいね。これもあくまで個人的な見解なんですけど、きっと日本人はアジア以外の外国の方はナイフとフォークで食事をするっていう印象が強いので、外国の方がお箸を上手に使ってるのを見るとびっくりするし、嬉しくなるんだと思います。今は日本食は海外にも普及してるので、お箸が使える人も増えてきてると思います。でも日本人は外国の方が私たちと同じようにお箸で食べているのを見ると、すごいって言いたくなるんですよ。でも決して馬鹿にしてるわけじゃないので気にしないでくださいね。はい、私がよく聞かれるのはこれぐらいです。やっぱり文化が違うといいと考えられていることも違うので、誤解は避けられないと思うんですけど、この動画を見て少しでもその誤解が解ければいいなと思います。もしこんな日本語だけの動画をもっと見たいと思ったら、ぜひいいねボタンを押してください。いいねの数が多かったら、もっとリスニング動画を作るつもりです。あと、私が言ったこと以外にもし皆さんが感じたことや質問があればコメントで教えてください。いつも全部のコメントに返事できなくて本当にすみません。でもできるだけ皆さんのコメントを読むようにしています。いつも優しいコメント本当にありがとうございます。すごく励みになります。じゃあまた次の動画で会いましょう。見てくれてありがとう。またねー。